昨日ね、めっちゃ偉いことあったんですよ。まあ、これがアホで気持ち悪いのはまあ知ってますわいさ。そのアホの虐待の被害者の声を昨日聞いてもうたもんやから、ほんまに具合悪いのよ。結構なかなか普通恥ずかしくてちょっとハードル高いかなっていうポーズもたくさんされていたと思うんですけれども、皆さんで楽しみながらやっていくということが大変大事だというふうに思いますので、大井川さんは少なくとも県の判断は適法適切やったら言うてへんねんて。元彦は県の判断は適法適切やったら言うねん。俺はそれがおかしい言うてんねん。人死んだプロセスがどこが適法で適切やねん。調子悪いんですよ。いろんな意味で調子悪いんです。あなた方は先ほどのサムネを YouTube の画面で見て気持ち悪い気持ち悪い言うてるけど、こっちは生で見とんねん。至近距離で。精神に異常をきたすぞ。何やったっけ、元彦の五反田和法。マイナスイオンを浴びさせていただいて、ね、こっちはね、マイナスオーラを浴びさせていただいとんねん。いや、ほんまにね、冗談抜きで調子悪いんですよ。僕実を言うと昨日ね、外れてよかったんですよ、質問。当たっとったらえらいことになったんです。僕東京で夕方6時から、取材が入ってて、まあ、介護的な取材的なものが入ってて、まあ、言うたかって差し障りはないと思うんですけども、まあ、とある、先の衆議院選挙の落選議員とご飯を食べる約束がありまして、大急ぎで東京に帰らんといかんかったんですよ。偉そうやけど、県庁前にね、2時半きっかりに車呼んであったんです。いつもやったらね、神戸は、ほんまありがたい限りなんですが、水谷さんが、新幹線とか空港まで送ってくれるんですよ。で、そやけど、2時半やったらもう水谷さんにお願いするの絶対無理やろなと思って、タクシー呼んであったんですよ。はいや、タクシー、要は配車アップルで呼んだだけの話ですよ。で、空港行って飛行機乗って、もう大急ぎやん。だって終わんの2時半で、東京の新橋に6時におらなあかんでも涼しい顔で。心の中で外れろって半分思ってたんですよ。外れてよかったんです。で、昨日俺最後1時間経ってへんねんからちゃんとやれや言うてましたけど、あれ心の中ではもう早終われと思ってたんですよ。ほんまは。思っとったの、心の中では。で、せやけども、約束は約束やからね、約束と違うぞということは言わんといかんでしょ。何が言いたいかっていうとね、まあ、結論から言うとね、俺ほんまに具合悪なってん、昨日ね、めっちゃ偉いことあったんですよ。2時半に終わらなあかん、2時半の車に乗らなあかん言うて、4階の階階に降りるまでの間、2人の職員に、テニスはないですね、って言われて。いや、これね、あなた方ね、そらそうやって言うけどね、辛いぞ。聞かされる側は。あなた方は俺から二次情報として聞いてるから、ロジックだけを頭に入れてるから、あれやけどテニスはないっすよねっていうのはね、顔、声、仕草、わざわざ俺に言って、一人はエレベーターの中で言わはったんですよ。乗り合わせたエレベーター。俺が乗ったエレベーターにいてはったんですね。で、もう一人は俺がトイレ行った時に、トイレの隣にトイレ行って手洗ってる時にいてはった人です。地下のトイレ行った時。あなた方はまあ言うたら書いた字で読んでるのと一緒で、と言うた人がいたという情報を根拠に、その情報に対して、まあ情報として接して、情報として、それは当然そうなるわとかね。それが普通の反応やとかっていうことを今思ってはるわけですよ。で、別にそれはあかん言うてるわけじゃない。そういうもんです。で、そう思ってほしいと思って言うてるからそれでええんですけど、だからこっちはね、情報ではなく人と接してるわけですよ。で、これ別にバカにしてるわけでもけなしてるわけでもないですよ。帰りの飛行機の中でこう考えたんです。その姿、お二人の姿を見てね、俺ね、ものすごい傷んだんですよ。うわ、きつーと思ったんです。で、帰りの飛行機の中で、千代さんすごいなと思ったんですよ。
だって千代さんってさ、N 国の支持者とかさ、石丸伸二とかさ、人間としての最下層とずっと接してるわけやん。で、傷んでへんやんか。わかる？千代さんほらもう、ほんまやったら普通の先進国であれば、お医者さんがやる仕事やってるわけやん。なんかものすごい、こう、千代さん強いなと思ったんです。やっぱ千代さん強い。いや、やっぱすごいわ。俺千代さんの真似できひんわと思ったんやけど、帰りの飛行機の中でちょっと待てよと。あれ待てと。俺、日本会議の研究で同じようなやつあえてしようときに、何とも思わへんかったぞと。あ、そうか。千代さんは人間として最下等の人間が人間として最下等なことを言ったりやったりするとこ見てるから、ジェットコースターがないのよ。わかる？地面の、この側溝の蓋開けて裏に、ダンゴムシとかゴキブリとかネズミとかがついてるのを見て、うわ気持ち悪って言うてんねんけど、それは我がから側溝の蓋開けに行ってるやん。俺が宗教の取材するときもそうですよ。我がから側溝の蓋開けに行って、ダンゴムシとかゴキブリとかネズミとかついてんの見て、うわ来たなって言うてるわけよ。そういう話に、なんか知らんけど、友達の結婚式呼ばれて、友達の結婚式でこっち、パーティードレス、女の人だったらパーティードレス着てるようなドレスコードの席で、こっちでだからね、ディレクターズスーツとか着て座ってて、フランス料理のコース出てきて、前菜終わってスープになって、次、メインやなと思って、割ってあげたらネズミがおったみたいな状態なわけですよ。これ、同じもん見てても違うやん。で、もっと言うたら、昨日俺がその職員さんが立て続けに2人、あれはないわ言うのを見たのは、普通に生活してはる家の晩ご飯のところに、酔っ払いが突然入ってきて晩ご飯の食卓の上に巻いて、いや、こんなひどいことされてこれはないと思いますって言うてるようなもんですよ。その被害を訴えてる人を聞く辛さってわかる？辛いぞ。加害者の話聞くよりも被害者の話聞く方が辛いぞ。辛いよ。いや、要はね、ドメスティックバイオレンスの現場と一緒で、斉藤元彦がやってることっていうのは組織内におけるドメスティックバイオレンスなわけですよ。まあだからそれをパワーハラスメントって言うんですけど、モラルが崩壊した様を見せるというのはドメスティックバイオレンスの典型なんです、実を言うと。で、お前らなんか仏さんみたいなこと言うて、特に YouTube 見てるような情報弱者、仏さんみたいなこと言うてるけど、瀬戸内寂聴が瀬戸内寂聴という前のね、瀬戸内晴美時代ね、美は乱調にありとか書いてた頃ね、やったようなことですよ。子供の前でよその男とするとかね。典型的なドメスティックバイオレンスなんですよ。要はね、子供の前でモラルが崩壊した様を見せるというのはね、典型的なドメスティックバイオレンスなんです。その子供の前で、いや、だから子供の前でね、その実の父親と母親であろうが何であろうが、子供の前でわざとするみたいなことは、それはダメなことじゃない。間違いなく虐待でしょ。あるいは万引き家族のように、子供の前で父が母が万引きをわざとする。これ虐待だよね。これ万引き家族っていう映画ね、是枝さんの映画あったでしょ。万引き家族みたいなこととか、あれ、語の全く意味の虐待だよね。あるいは韓国の映画で言うたらパラサイト。あれも父親と、親のやってることは実を言うと虐待ですよ。父親が酒を酔って飲むたびに酒乱で母親を殴る。これ面前 DV って言うんですけど、その時に直接の被害者は母親だけど、見ている子供も被害者だよね。メンタル削られてるよね。おろおろするし。で、これようあるパターンなんですけど、父親が母親のミスを口汚く罵る、あるいはネチネチ、いわゆる精神的 DV をする。ボコボコしばく、殴る蹴るということではなくて、口あるいは態度でやる。今のこの事例、全部子供が被害者のドメスティックバイオレンス案件だと分かりますよね。直接なんかされてる母親ではなく、直接なんかされてる父親ではなくて、子供も被害者だ。ということは分かりますよね。ハビングセットだと、2026年5月20日の段階で、誹謗中傷性の高い文章、
適法適切と言い続けることは職員に対する虐待じゃないですか。さっきの家庭における事情が子供が被害者の虐待であり DV だと言うんであれば、元彦があれから2年経って2年以上経っているにもかかわらず、未だに誹謗中傷性の高い文章うんぬんかんぬんと言ってしまっていることが、いかにね、その人間としてえぐい虐待であるかってことはわかる？さっきの事例で言うたら、子供の前であえて父親と母親が万引きしてるのと一緒ですよ。で、その虐待してる父親、虐待してる母親に対して、ね、子供をね、間接的に虐待している父親、母親に対して、お前は間接的に子供を虐待してることに気づけ。お前は父親として、母親として、自分の産んだ子供に、自分が作った子供にそんなことしてるってことに気づけって言うのんと、うちのお父ちゃんな、実を言うと一緒にみんなで買い物行ったら万引きすんねんって子供から聞かされるのと、どっちが辛い？あれあかんと思うねん。うちのお父ちゃんな、みんなでな、買い物行ったら絶対万引きしはんねん。っていうことに気づいて、そうか、千代さんが N 国の支持者とか、石丸伸二とかみたいなのをいじりに行くのは、自分から加害者の方に行ってて、自分から加害者の気違いさを見に行ってては、やっぱり気違いやった言うてる話ですよ。これは千代さんのことバカにしてるわけじゃないですよ。俺が宗教取材する時も同じことやってますから、別に千代さんがあかん言うてるわけじゃないですよ。ただ俺が昨日帰りにパパってこう立て続けにこうあったのは、うちのお父ちゃんな、みんなで買い物行ったら万引きしはんねん。あれはあかんと思うわって言うてる子供。うちのお父ちゃんな、お酒飲んだら毎日お母ちゃん殴らはんねんって言うてる子供。あれはあかんと思うねんって言うてる子供。いや、年下職員さんのことをね、子供になぞらえるのは失礼だということはわかるんですけど、千代さんがね、もっとこれをね、もっと千代さんに置き換えるとね、まあ容易に想像できるわけですけども、うちに来た何やって気持ち悪いバッタみたいな顔したやつ、あいつとかそうなんですよ。あれ嫁も子供もおるんですよ。あれうちに来た元神奈川県警の警官とかね、嫁も子供もおるらしいんですよ。で、一回配信見たけど、なんか知らんけど、パコパコの貧乏な家住んでおりますわ。嫁も子供もおんねん。ほいで、その選挙出る言うたら、N 国は普通の政党言うたら、公認料出てきて、選挙自腹なんかないんやけど、公認料も出へんか、我がで金出すでしょ、N 国は。仙台に何個行政区ある言うたら23個ですかね。千代さんとか、俺の普段の宗教取材は、前田を取材するわけです。でもね、前田が選挙に出る言うて、例えばやけど、家の権利売ったりとかね。あるいは、選挙出るから言うて家に毎月入れてる金入れへんようになったりとかね。して、生活しんどいんですって言うてる配偶者の話聞くのどっちが辛いと思う？いや、そういうことよ。ほいでね、連なってね、ごめん、ちょっとこれ、1時間かけて言い訳してるんですけど、何か言うたらね、俺、夕べ熱出たんですよ。帰ってきて。帰りの飛行機からごっつ具合悪くて。ほんで、朝、いつも通り今日も4時半、ちょっと遅かった、5時ちょっと前ぐらいに目覚めてるんですけど、気づいたら、ここに座って、コーヒーも飲まんとやで。で、何の作業もせんと、ツイッターリツイートとか何件かしたけど、ここに座って、ぼーっと気づいたら5時半やって。30分ぼー。これがアホで気持ち悪いのは知ってますわいさ。だからまたアホがアホなこと言うとんなでしまいやけど、そのアホの虐待の被害者の声を昨日聞いてもうたもんやから、ほんまに具合悪いのよ。斎藤元彦が精神異常者だってことは、多分分かると思うんです。健常な知性を持ってる人であればね。健常な知性を持ってる人であれば、この人異常者だってことが分かったから、この間の神戸祭りのテニスの件は全国的な話題になってしもたわけですよ。そうでしょ？だって、健常な知性を有している人間であれば、例外なく、この人は精神異常者だという、気持ち悪さを斎藤元彦は見せたわけです。気持ち悪いのよ。精神異常者なんですよ。その精神異常者
はね、こっち仕事柄ね、精神異常者は、慣れっこですよ。こっちは。精神異常者だらけですよ。いや、テレビ映さへんの、そりゃそうですよ。テレビは精神異常者を被写体としてません。人権上の配慮から。YouTube のチャット欄、静止画はやめてくれとか、これから仕事やのに萎えるとか言うとうわけでしょ。お前ら YouTube 越しで、しかも静止画で見てるだけなのにもかかわらず。こっちはそれ生で見とんねん。49のおっさんが記者から質問されてる時に気になったようで前髪直してる姿をこっちは生で見とんねん。で、もっと言うとね、その、昨日傷んだのは、俺がほんまに必要以上に傷んだのは、生で見たっていうのは、まあそれはもっと気持ち悪いやつなんぼでもおるんで、取材対象にはね、他の取材対象には、N 国、まあ、例えば、生の N シーンとか、うちに前田が来たりとかね、もっと気持ち悪いさ、行さんいますよ、世の中には。お前らキャー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 言うとったけど、みんなもうなんか俺らこれ生で見たんやで。結構ラケットを振ったりポーズされていたと思うんですけれども、サーブを打つところみたいなポーズとかもされておられて、結構なかなか普通恥ずかしくてちょっとハードル高いかなっていうポーズもたくさんされていたと思うんですけども、あれはやっぱり自分から結構楽しんで写真を撮られていたということでしょうか。神戸祭りですから、パレードというものは皆さんで楽しみながらやっていくということが大変大事だというふうに思いますので、テニスの PR と、これミキで何度も申し訳ないですけど、ミキで県内で開催されるというものですから、ぜひ多くの方に、ワールドマスターズゲームズそのものを知っていただきたいという趣旨で自らいろんな形でPR をさせていただいたということでございます。で、これ端的にさ、気違いなわけじゃない？端的な異常者です。端的な精神病を患ってる人です。見て取って分かるようにそういうことです。でそれはそれ以上でもそれ以外でもないわけです。で、俺らの仕事というのは実は言うとそういう人を相手する仕事です。だからそういう人と話をするということが多いので、こういう精神異常者は慣れっこです。正直ね。そうやけどもちょっとは食らう。で、しかし昨日はね、それの被害者の声を生で聞いたわけ。しんどいぞ。で、さらに、もっと言うと、それを何とも思ってない人たちの姿も見たわけ。ちょっとね、俺が弱いと言われてもいいし、お前は、仕事に耐えれない弱さだって言われてもいいけども、ちょっとね、昨日は無理やったな、これ。もう昨日ほど辞めたいと思ったことないもんね、この仕事。きついわ、これ、と思って。洋服着る元気ないもん、今日着物なんはしんどいからやもん。しかし俺ほんまに着物似合うな。田舎の人はね、元彦みたいなのを見てね、元彦みたいなのを見てね、永田町にもおるやろうって、よう言うんです。いるかボケ、なめんな。おるとしたらお前、福島みずほの旦那の海人雄一ぐらいじゃん。これぐらいの気持ち悪さを言うしてんの。ほんで、小池百合子の方がとか言うけど、小池百合子の方がまともやぞ。そら、斎藤元彦と小池百合子比べたらどっちがどっちかっていう話になるかも。ちなみに両方とも兵庫県民ですからね。小池百合子も兵庫出身ですからね。なんや言うて。責任取れよ、お前の兵庫県民。百合子の方がまともな理由はね、みんな、アホの斎藤元彦支持者が昨日千代さんのことをいじってたけど、百合子の方がまともなのはな、記者会見の動画見比べたらわかります。結構斎藤元彦の顔の眉毛のあたりおよびほっぺたのあたりに見てください。サーブを打つところみたいなポーズとかもされておられて、これが千代さんの言うてる女優ライトの存在です。ちょっとハードル高い。それは井戸さんの時からあったうんぬんかんぬんとか言うたけど、女優ライト当たってんねん。女優ライト当たってんねん。そやからあんなテカってんねや。ちょっとでもよく見せるためにね。小池百合子の記者会見見てみる？見たらわかる。一発でわかるで、これ。ライト当たってへんねん。自然光やねん。
それは女の人やから化粧はするけどさ、化粧濃いで。小池百合子でさえ当ててへんねん。でね、しかもね、これもうちょっと中まで行ったらわかんねんけど、中まで行ったらわかんねんけど、アップに上昇に転じたと。小池百合子とワイプの手話の人比べてみてですね、出生数を上げていくというのは、ワイプの手話の人にライト当たってんねん大きなターニングポイントになるかと思います。ここで言うと、今いや私は基本的に出生率東京都のガバナーとして過去最低を記録した私の顔にライトを当てるよりも1989年ですね、だいぶ昔ですけれども、東京都庁の方そのにですね頃からずっとこれはもう問題だったんです私のラね。イトの代わりに都庁をライトアップしようと。 1.57 ショックですね、89年というの。で何が言いたいってもうゴミほかしに行かなあかんぐらい俺はそのライトの話でさっき言うたでしょ、その帰りのトイレとエレベーターの中であのテニスはないっすわって言うた職員さんたちは、うちのお父ちゃんみんなで一緒に買い物行ったら目の前で万引きしはんねん、あれはないと思うわいう子供の声を聞いたのと一緒で、というのと一緒やいい話をしましたけど、あのライトを何とも思わない職務環境にあるということは、別に構わへんやろ、子供の前で万引きするぐらい言うてる大人がいるのと一緒のことなんですよ。で、取材してるとね、兵庫県は元彦以前、井戸さん以前から歴代ずっと知事を神格化する職場文化があるっぽいね。それはものすごい田舎のせいやと思います。それは田舎臭さということなんでしょう、それは。元彦のテニス気持ち悪かったでしょ。もう50やで、あのおっさん言うて。いや、それさ、それ、わかる？いや、だから俺は着物は知性やいうのは自己分析ができ続けてるかできてないかやいう話と一緒ですよ。自己分析ができてたらね、あんなことせえへんでしょ。自己分析できてへんのに自意識しか残ってない人間がマネージメントできると思うか？自己分析ができてない、自己分析が自分に対するメタ認知ができてない人間が組織を運営できると思うか？それマネジメントの話しましたけど、あなた方もう年した大人ですから、マネジメントの経験もあって管理者の経験もある方が多いでしょう。自分の組織に部下として自己分析ができてへんのにもかかわらず自意識だけ残ってるやつ欲しいか？よそに飛ばすでしょ。よそに飛ばすわな。そやからあいつ総務省におった時に東京戻られへんかってずっと宮城、佐渡、宮城、大阪と土佐回りずっとしとったのそのせいやんけ。なんです。だから人死ぬんですよ。で昨日俺が傷んだ後飛行機の中で四天抜刀の苦しみで傷んでたんですけど、いや適法適切やった言うて2人死んでんねんで。これ田舎の人はすぐね、小池百合子の方がひどいんちゃうんかやけど、さっき小池百合子の方がマシだという事例をお見せしました。元彦が使ってる女優ライトを小池百合子でさえ使ってないわけで、それはね元彦の自意識じゃなくてね、それでええと思ってる職員がおかしいんですよ。でね、ちょっと気の利いた田舎者やったら、ね、すぐね茨城の大井川知事の方が人殺してるぞ言うて。確かにそうです。茨城の大井川県政でね十何人死んでんだよな、もうな、確か。でこれ実を言うとこれ大井川さんが自分のことを正当化するために言うんだけど、確かに十何人死んでますと。そやけど前の知事と同じだけ死んでます言うてんね。実際そうなの。前の知事の時もそんだけ死んでんねん。前の知事今大井川さんちょっとシュッとしたり、前の知事だるまみたいな顔した知事なんて名前やったかな、あの人。茨城の前の知事名前忘れると思ったらもうずんぐりむっくりの俺みたいな顔した人おったんですよ。橋本さんか、橋本知事か。あの人の時と同じ年数でカウントしたら同じだけ死んでるんよね。で実際そうやねんて。で別にそれがええとは言うてへんねんけど、大井川さんが人死んでんのは業務プロセスで人死んでへんねんて。元彦は明確に業務プロセスで人死んでんねん。大井川さん人死んでるし、大井川さんのパワハラで人死んでるかもわからんで。俺は詳しないからそこまで突っ込んでへんから知らんけど、大井川さんは少なくとも適法適切やとは言わないよ。わかる俺の言うてること。
大江川さんは、パワハラしてるか知らんしね、無茶なこと言うてはんのか知らんし、どうか知らんで。どうか知らんし、その死んだ数が多いんか少ないんかもね、大江川さんは橋本さんとの比較で決して多いわけではないって開き直ってるけど、大井川さんは少なくとも、県の判断は適法適切やったら言うてへんねんて。元彦は県の判断は適法適切やったら言うねん。俺はそれがおかしい言うてんねん。人死んだプロセスがどこが適法で適切やねん。人死んでんねやろ、おい。人死んでんねやったら、自分のやったこと悪ないなと思ってたとしたとしても、検証せんかい。ほな何かい。渡瀬さんも、何もかも死んだ人はみんな県が殺したんかい。ほんで県が殺したから県が殺したことは正当や言うんかい。で、県議会の人らが、適法適切という言葉を聞き逃してるのが意味わからないの。二元代表制で適法か適切か行政がやってることは適法か適切か決めるのは二元代表制の下で議会です。で、田舎の人はすぐ裁判したらええ、裁判したらええ言うてんちゃう。裁判なんかいらんねんて。すぐ裁判したらええ、裁判したらええ。なんでも裁判で決まんねったら行政もいるかい。すぐ裁判したらええ、裁判したらええって田舎のやつはね、世の中知らんから裁判したらええ、裁判したらええと。ほんやったら司法に全部任したらええへんけ。行政さえいらんよ。なんでも司法で決まんねやったら。何言うてんねん。何のために選挙してんねん。二元代表制の下において行政が適法か適切か決めるのは議会です。で、議会が二元代表制の下で行政のやってることを 99% 黙認してるのはなぜかというと、行政は法にのみ従って価値判断を下しているだろうという信頼を置いているからです。だからよほどのことがない限り細かいことをチェックしないんです、議会は。でもね、斉藤元彦は消費者庁の法解釈とは違う法解釈で運営するって言い切ってて、兵庫県庁今法が価値判断になってないのよ。斉藤元彦の発言が価値判断になってんね。ということは、普段においてね、普通の自治体において、二元代表制の自治体において、行政が適法か適切かを判断するという機能を持っているのは議会のみだけれども、その議会が細かいチェックをしないのは、法に基づいて処理をしているだろうという前提に立ててるからなんだけど、兵庫県においてはその前提が崩れてるんだから、ほんまは議会が一挙手一投足、適法か適切かを選ばなきゃいけないんですよ。だとするとね、これ、がんはね、自民党半分に割れてるんですよ。そりゃそうですよ。自民党賢い人多いんだから。自民党半分に割れてんねん。斉藤元彦がええ言うてる人と悪いって言うてる。別に斉藤元彦でもええ言うてる人と、斉藤元彦やったらあかん言うてる人、自民党ほんまに真半分に割れてんねん。兵庫県の自民党な。まあそうですよ。斉藤元彦でええ言うてんの、維新だけです。維新と躍動だけです。だって程度低いねんもん。田舎で人生やり損ねた人間だけですよ。山なんか通用せえへんから兵庫来てんねんで。兵庫やったらアホ多いから議員になれるやろ思って、よそから神奈川から兵庫来てんねんから。で、実際案の定そうなってんねん。で、維新の連中は、その、能力低いから、東京出ていかれへんかったら、連中の塊やんか。自民党は賢い人多いわけですよ。親の商売引き継いでるから、地元に降り続けなあかんかった人とかね。だからその自民党の賢い側は、賢いから斉藤元彦やったらえらいことになる言うてあかん言うてんのよ。その代表例が奥谷さんですよ。奥谷さん1回目の選挙、斉藤元彦のこと熱心に応援してんねん。だけど付き合えば付き合うほどこいつ気違いやってこと分かってあかんになってんねん。で、奥谷さんみたいに賢い自民党の賢い側はね、元彦みたいなあかんやろ言うてんの。そりゃそうや。銭もあるし、頭がええから銭ある。実家太いっていう賢い組はね、奥谷さんはあかん言う。奥谷さんって、斉藤さんはあかん言うてん。残りの半分は、エンチョロ向いて、わーわー騒いでて、自民党です、安倍晋三です、高市早苗です、言わんな、選挙通ってこられへんような、三下みたいな人らは、元彦でええ言うてんで。わかる？だから強い人から順番に元彦を見放してんのよ。で、弱い人、他人に依存しないと選挙に勝てない人たちだけが元彦を応援してんねん。これは完全に強弱の問題ですよ。我がの力で選挙に勝てて、我がの力で銭儲けができて、我がの力で生きていける強い人は、もうはように奥谷さんがええ例やけど、
はように元彦見放してんねん。で、せやけども、自民党でも、高市早苗です、安倍晋三です、言わなんなら、自分の票書いてもらわれへん弱っちい連中は、元彦や言うてんねん。弱い人間は異常者を異常って言えないんですよ、弱いから。で、結局何の問題かというと弱さの問題なんですよ。その弱い理由がね、例えばテニス騒動で、斉藤元彦は今まで兵庫県の気違いから日本の気違いに昇格したんですよ。ネットの雰囲気そうでしょ？ツイッターなんかもうゴロッと空気変わってるよ。であれだけ気持ち悪いでバズって、今まで兵庫県の草相撲の横綱やったんが、大相撲の横綱にならはったね。気違い横綱にならはったんです。これまだビビってんねん、その弱っちい自民党の連中は。我がの力で、我がの銭で、我がの名前で選挙に勝ててくれるザ・自民党の強い連中は、元彦気違いやん、殺せ言うてんねん。そらそうや、強いもん。せやけど、どうしよう。総裁が安倍さんみたいな人気のある人でなかったら俺選挙勝たれへんしな。今高市さんやから人気あるから俺自民党におるから選挙勝てるかな。言うてる弱い奴らは、元彦にあかん言うたらまた N 国みたいなんなんちゃうんやろかってビビっとんねん。問題は弱さなの。だからもうオチにするけど、元彦みたいな異常者をね、面と向かってお前は異常者だと言えないのは、それこそが異常でしょ。そういうこと言うてんの俺は。だから弱さの問題なんですよ。弱いの。で、議会の皆さんね、もう結核自由ありまくりなんですから、別に不信任を出せと言うてません。不信任なんか出さんでいいですよ。忙しい。もうすぐ県会議員選挙やのに、別に出さんでもええよんな、不信任の選挙なんて。やるんやったら12月議会に出すんやったらええけどね。もうそんな出さんでええっすよ。せやけども、せめてやらなあかんことは、もう税金の無駄ですよ。今知事選挙やんのみたいな。まだ20億かかんのに。やらんでええんすよ。日程もきついし、もやらんでええよ。統一地方選挙やって兵庫県中選挙やねんから。だって任に耐えないの分かるんやん。怒らなあかんことはぎょうさんあるはずです。だって褒めるとこないねんもん。強いて言うたら酸素は呼吸してるなみたいな。ということです。県議会の諸君の奮起を僕は期待します。ほんまに強さを見せてください。弱い人間、自民党の弱い半分って俺が言うてためらわない理由というのはたった一つです。空気読めてないんですよ。もう完全に斉藤元彦が兵庫のパブリックエネミーから全国のパブリックエネミーになったという認識がないねん。感覚ずれてんねん。で感覚ずれてんねん。それ時代の目を見えてないねん。今絶対ツイッターでバズるの斉藤元彦気違いやんいう方がバズるっていう空気になってるの知らんねんて。だって今ツイッターの空気感実際そうでしょ。北海道の人であれ沖縄の人であれ兵庫に斉藤元彦っていう気持ち悪い人がおるって。だって再生 YouTube の再生回数でさえですよ。ツイッターのリツイート数でさえよ。2桁ぐらい上なんよ。斉藤元彦気持ち悪い言うてるやつの方が。空気読めてないんですよ。時代の空気を。読めてないの。今、どっちが儲かるかってことは分かってへんねん。そやから弱いねん。そやから安倍晋三の名前、あるいは高市早苗の名前でしか選挙できひんねんて。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。